皆さん、こんにちは。ハンガリー毛糸刺繍の田中千尋です。こんにちは。進行役、ストーリーテラー役の田中千尋です。今回は刺繍制作担当の田中千尋の動きがあまりにも迅速すぎた電光石火の勢いだったということで、カメラ撮影担当の田中千尋がとても追いつけなかったと。重要シーンをカメラに収められなかったということで、ストーリーテラー田中千尋が召喚されることとなりました。前回のカーディガンの作品は比較的刺繍現場をカメラで抑えることができていたんですが、今回は何かあったんでしょうかね。それでは刺繍制作を見守っていきましょう。今回はこのミニクリアバッグの巾着を作っていきます。それでは試行錯誤を楽しんで参りましょう。これは過去の自分の作品をクリアバッグに入れてモチーフのサイズ感を考えていましたね。だいたいチューリップ1個分のモチーフでいこうかなということでサイズを測り、それを基準にデザインを考えていきました。SDGs への意識も感じられる裏紙の使い方ですね。書いて分けしてツタの部分をくるくる回したり、デジタルで大量の図案を作ったり、モチーフを考えていきます。そして生まれたこの3つのモチーフ、残念なことにこのうち2つは後々なかったことにされました。クリアバッグの中にいろんなカラーの色を入れて、どんな色の布に刺繍しようかなと考えています。巾着のサイズを測り、型紙を作って布を切っていきます。で、この時点で気づく方は気づくかもしれません。この刺繍制作田中千尋が何かしらミスを犯していますね。計算をしていますが、これもあまり意味はないですね、もはや。ここでチャコペーパーを使ってモチーフを布に写し終えました。刺繍を制作していきます。この刺繍はいつも通りのハンガリー毛糸刺繍です。ハンガリー毛糸刺繍は枠を使わずに左手で布を貼って縫うので、この左手の動きが重要になってくるんですね。特にこの見えている親指の動きがキーになることもあるので、ここを見ていると発見があるかもしれません。さあ、ここで終わりの糸の処理をしました。はい、刺繍が完成しました。はい、一旦休憩。では続きに行きましょう。刺繍が終わると次はアイロンの工程です。スチームアイロンを裏からかけて刺繍が潰れないようにしてアイロンをかけます。はい、綺麗にアイロンができました。さあ、いよいよミシンの登場。縫い合わせて、こちらからも縫い合わせて、さらにここを縫い合わせて、いよいよみんなの大好きなこのくるりんの工程です。そしてここで田中千尋なんと待ち針でリボンを通そうと試みたんですね。しかし待ち針がもしこの布の中に残ったら、ここから取り出すのは至難の技じゃないか。やめよう。ちょっと一回待ち針で出てきてくれるかな。もうすでに出ない。ちょっとお願いだから、出てください。お願い。困ったなぁと、待ち針を出そうと躍起になっています。さあ、無事待ち針が出たところで、ちゃんと安全ピンを使ってリボンを通していくことにしました。これは家にあった何かお菓子のリボンですね。さて、実際のミニクリアバッグの巾着と並べてみると、おや？どうしてこんなにサイズが違うの？横幅が何が起きているの？混乱を極めています。とりあえず口を結んで、
クリアバッグに入れてみよう。この見た目はひどい。何が起きたんだ？さあ、気づきました。横幅というのはこことここありますが、マチを抜いた横幅を使わなければいけなかったんですね。なるほど。つまりこのサイドを切り落としていけばいいということですね。やっとミスを理解した田中千尋は、ここで修正へ動き出します。この修正を見越してマチは切らずに取っておいたんですね。両側を切り落として、改めてミシンをかけ、巾着を作っていきます。さあ、綺麗にできましたか？横幅のサイズはちゃんと合っていますね。見てくださいと見せています。この人は一旦この縦の長さが違うことを無視しようと思いました。やっぱり高さが足りないのは無視するのは良くないなぁと思い直した田中千尋は、次の緑の作品で修正することにしました。しかし、ここで問題があります。先ほどの黒の布と今の緑の布は同じタイミングで切っているので、布が同じサイズです。つまり、黒で高さが足りないところは緑でも高さが足りない。さて、これを田中千尋はどう修正していくことにしたのでしょうか。ミシンを使って巾着を着々と縫い上げています。そうです。田中千尋はこの折り返しの部分、紐通しの部分を極限まで小さくすることによって高さが足りないのをどうにか修正しようとしたのです。極限まで小さくしたこの紐通しの穴にリボンを必死にねじ込んでいきます。なんとか片方通りました。そして反対側も通りました。結んで引っ張ってみると、あらおかしな穴が開いています。一回無視して、これちょっと隠れないかなと思って紐を引っ張りますが、これは隠れそうにありません。仕方なくリボンを抜いて、紐の通し口をもう一度縫っていきます。さあ、縫えたか？縫えてないですね。さあ、もうここは諦めてしっかり最初から最後まで縫い直すことにしました。さあ、綺麗に縫えた通し口にリボンを押していきます。さて、先ほどより狭くなってしまったこの通し口、なかなかリボンを通してくれません。これは苦しい戦い。安全ピンの太さがきつい。さあ、なんとか通った。左手が痛い。なんとか最後まで走り抜くことができました。こうして緑の巾着バッグが無事完成し、ミニクリアバッグと大体同じ高さになりました。さあ、それを参考にサイズを測り、黒の巾着も修正していきます。このもう一つあった白い巾着の方も全く同じ状況なので、両通し口のところでなんとか修正を試みていきます。はい、完成です。最終的にこの3つの巾着が出来上がりました。今年の夏はこのミニクリアバッグでたくさんお出かけしたいなと思います。暑いけど。皆さんも夏の定番のお出かけ先などありましたら、ぜひぜひコメント欄で教えてください。今回のベストオブ試行錯誤、よく判断したでしょうは、一番最初の時、このマチを切り落とさずに取っておいたことですね。まあどうせ間違えるだろうっていうか、いくらでもやり直しができるようにっていうこの先見の明が素晴らしかったですね。ここまでご覧いただきありがとうございます。ちょっと待って。お別れの挨拶をする前に、この3種類のミニクリアバッグを使って、なんとかコーディネートを考えてみました。それを最後に載せておりますので、よろしかったら最後までご覧ください。会いました。では、私は次の試行錯誤に移りたいと思います。皆様、熱中症にお気をつけて、息災にお過ごしください。